皆さんこんにちは、あかねです。今日はなんと本当にすごい先生に来ていただきました。今東海大学で先生をしていらっしゃるアルモーメン先生に今日はいろいろお話を伺いたいと思います。先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にいろいろな経験をされている先生なので、もうこの動画ではもう収まらないので、もう今日本当にたくさんのことを聞きたいんですけど、まずはね、ちょっと自己紹介をしていただきたいと思います。はい、まずはアルモーメン・アブドーラと言います。エジプト出身です。今、東海大学、教授をしております。専門は言語学ですね。言語学は広いんですが、応用言語学の中でいろんな言語を比較したり、あとは翻訳とか通訳とか研究テーマにしています。もう日本に来てから26年、満26年、もう27始まってるかも。もう最近は数えないことにしてるんですね。はい、今すごく簡単にご紹介していただいたんですけど、先生今までどんなところで働いていらっしゃったんでしょうか。はい、26年の間にまずはきっかけはもう留学生、ただ私費留学生、ちょっとかなり経済的にあんまり恵まれない状況で、言ってみればちょっと飛び込みで1年間の語学留学、あっという間だったので、そこからもうちょっと専門的に勉強しようと思って、学習院大学に文学部に入り直し、もう学部から、そして修士博士、そこからですね、その間には通訳の仕事、翻訳の仕事を一応キャリアとして、持っていて、大統領とか首相とかの隣でちょこちょこ通訳したりとか、それをやりながら、大使館で働く縁ができて、で大使館の中で例えば情報メディア担当したり、あるいは文化教育のちょっと少し専門的な仕事をしたり、統括官でやったり、これが大体8年間ですね。でその大使館の仕事から大学の教員、今の仕事に一応たどり着いたといいますか、つくことになっています。本当に簡単なんですけども、その間には例えばメディア NHK のでアラビア語講座の講師やったり、あるいはNHK のベース放送の中で同時通訳者やったりとか、言葉の中心にいろんな活動をしている。自分で言うんですけども、自分が言葉の職人というふうに思ってます。はい、もう本当に多分皆さんが憧れるような、私も憧れたことがある仕事をたくさんしてらっしゃって、特に私このね先生の本を読んだんですけれども、平成の天皇の通訳もやっていたりとか、本当に多岐にわたる仕事をされています。で本当にいろいろな仕事をされている中で、多分皆さんも気になるかなって思ったのが通訳の仕事と大使館の仕事だと思うので、先生話せる単位でいいのでちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、まずその通訳ですね。先生は通訳をするために通訳の専門的な勉強は何かされたんでしょうか。本当に通訳の世界っていうのは入り方ありますけれども、私の場合は独学に近いようなことをまずして、あとは実践かなり積んでいったわけ。ただ実践を積みながらやはり勉強して、しなきゃいけないような時期もありました。であとは通訳になるためにはどうしたらいいのかとか、そもそもこの通訳者になる人とかなり言葉を、自由自在使える人、その線を越えるっていうのは、自分がどこに将来的には進みたいかっていうところが結構割と原動力になると思いますけれども、一番重要なことっていうのはその意味を理解すると、それを伝える、伝える力っていうことなんですよね。そこ
そういう意味では、自分がその場面に一つになりたいっていうのがすごいそういう気持ちが多かったですね。いわゆるこうお互いをこう知らない世界、その中にこうつなげていくようなことができたらっていうのがまず一つのきっかけだったんですね。はい、でその後言語学の専門をやってたので修士とか博士とか、はい、当然翻訳の理論にこう活用できるような勉強ももちろんやってました。直に翻訳ではないけれども言葉どう考えるとか、言葉のその世界の中には当然見えるものと見えないものとか、翻訳と通訳っていうのは何をこう映して何を伝えたいのかとかね、ただのこう言語を並べて伝えるだけではなく文化そのものをこう一つ自分としてまずは理解した上で相手につなげていく、つまり2つの世界の中に自分がそこの間に軸にしてこうつなげていく、そういう勉強にかなりこう関心興味がありましたね。そうなんですね。実際にもちろん大学院でも勉強しながら、でもやっぱりこう実践とにかくやってみるで、多分失敗しながらこうやっていたっていうことですかね。通訳の世界やっぱりの大部分っていうのは準備なんですね。もちろん言葉できて当たり前なんですけれども、ただ良い通訳者になるにはかなりの質の高い知識がないとなれないんですよ。どんなに言葉ができるっていう話にあったとしても、今でも自分が関わる案件一つ一つやっぱり丁寧にこう準備していくっていうことなんですね。大げさではないけど通訳の世界はだいたい9割が準備でだいたい1割が自分の持ち合わせてるこう言語能力になると思いますけれども、はい、そういう意味では準備にはいろんな工夫しますよね。でなるほど、ここは皆さんに一つアドバイスっていうのはもう何事もこうまっすぐじゃないんですよ。まっすぐじゃない方が結構あると学びが多いので、例えば通訳になりたいけれども、もちろんなれたらいいんですけども、別にすぐになれなくても違うことをこうやりながらこう目指していくのもきっとまた最終的にはその通訳につながっていく。私の場合は結構割とそれが多いですね。そうですよね。さっきもこのビデオを撮る前にお話ししてたんですけど、もともと例えば、翻訳をやるつもりだったとか、日本人にアラビア語を教えるつもりだったとか、そういうことは全く予想してなかったですよね。でもいろんなきっかけで、そういういろんなことをこなしていって、でも結局その言語っていう世界で今つながってお仕事をされてる。そうですね。皆さんも多分いろいろ夢を持っていらっしゃると思いますけれども、よく多いのは結果はどうなるみたいな感じ、考える人多いんですけど、私の場合は結果はどうなっても別に全く考えなかったんです。これ不思議でもですね、自分でも不思議なんですけども、とにかくそのプロセスが面白かったっていうのがね。はい。でですね、私これ自分で Amazon で買って読ませていただいた先生の本なんですけど、私は最初これを読んだ時に言葉の一つ一つの選び方がすごくこう洗練されてるというか、本当になんていうんですかね、こうただ書いただけではなくて、きちんとどの言葉が一番合ってるかフィットしてるかっていうのをすごくいろんな語彙の中から選別して書いてるんだなっていうのがすごく伝わってきて、でそれこそことわざとか四字熟語とかそういう難しい言葉もすごくたくさん入ってるけど、でもどうやれば分かりやすく伝えられてるのかっていうのがすごくこう伝わってくる本だったんですね。嬉しい。本当ですか？合ってますか？これは嬉しいね。このコメントはもう相当ありがたいです。よかったです。よかったです。よかったです。なのでちょっとまた後でね紹介したい本もあるんですけど、もしこうアラブ人について、アラブの中東の世界について知りたい方がいたら、もうちょっと面白おかしく書かれているところもあるし、すごく読みやすいのでちょっと読んでみてください。はい、一応ねこの本は実はねこう日本人の話も同じようなこう状況の中で語ってるような感じ。普段普通は一般的なアラブ人を語る本っていうのはアラブ人だけこう語ること多いんですけども、はい、ここは
なんていうかアラブ人と日本人のそのある場面の中でどう捉えていくのかっていうのがポイントなんですね。はい、本当に私も、日本人で日本人としてこれを読んで、アラブ人から見るとこういう考え方なんだっていうのもすごく学べる面白い本だったので、下の方に貼っておきありがとうます。ございます。はい、ではですね、次に、今までは翻訳とか通訳のお仕事についてお聞きしたんですが、大使館、はい、先ほどのお話で最初はサウジアラビア大使館だったんですよね。はい、どうすれば大使館で働けるんですか？そうですね。大使館で働く、まず働くにはもちろんいろんな形ありますけれども、私の場合はエジプト人ではありますが、いろんな通訳、翻訳のキャリアもちょうどある時期に多くの人にその評判が良かった意味では大使館からちょっと、専門官っていう立場で入ってもらわないかっていうこと、ある仕事の、専門性を生かすような形で私はサウジアラビア大使館の中の、いわゆる通訳、翻訳、軸にしながら情報を扱う仕事をしていました。いわゆるサウジの情報を発信するとか、日本のいわゆる情報もまとめたりとか伝えたりで、それが最初のきっかけなんですね。つまり最初はアルモメン先生が「はい、私大使館で働きたいです」って言ったわけではなくて、いろんな通訳とか翻訳の実績をその関係の方々が見て、ぜひアルモメン先生に大使館で働いてほしいということで、お誘いを受けたっていうことで、サウジアラビア大使館で1年くらいでしたね。入りまして、でその後はまた別の在外交換、今度はそういうちょっと研究的な、文化的な機関であって、アラブイスラム学院、そこも、1年ちょっといまして、で実はとにかく本命は勉強なんですね。で大学院、その頃まだ私が大学院生だったので、大学院の勉強とちょっとぶつかるとやめてしまうことが多かったんです。でその後何年か、ちょうど2008年に、サウジアラビア大使館の付属の、また在外交換の、組織が新しく設立されることになって、そこの嬉しいことにはまた声かかって、そこのコアななんていうかメンバーとして文化と教育をテーマにしたその専門機関なんですね。サウジアラビアの留学生、そしてサウジアラビアと日本の、教育の交流などをテーマにした活動だったんですね。そこでもう本当に人材育成をするためのいろんな取り組みを統括したり、あるいは将来のその留学生に関わるいわゆる進路の設計とか、大学と大学の間の調整といいますか、何から何まで結構そういうような担当するような内容の仕事だったんです。非常にかなりいろんな意味では私にとってすごく貴重な学びの場だったんですね。すごいですよね。やってることがなんかもうすごすぎて、ちょっと私も一言でもうすごいしか言えないですけど、そういう大使館のお仕事もやりながら、今度はね NHK のアラビア語講座っていう、NHK っていう日本のテレビ番組、そこでは外国語の講座をよくやってるんですけど、そのアラビア語の先生としても活躍されていたんですよね。多分聞いてる皆さんも気づいていらっしゃるかなと思います。今まで経験してきた仕事っていうのはやっぱり言語の関わりが基本なんですね。アラビア語講座できたのは嬉しいことに私が初代の講師であって、もちろん他のメンバーももちろんいましたけれども、アラビア語講座の中で今度はアラブ世界を語る、そしてメディアの中で、そして多くの人に何かアラブ世界に親近感を持ってもらうためには、海外の例えばロケ行ったりとか、自分が例えばテキストを、作ることに関わったりとか、今度これがまたある意味で伝えるっていう力にはまた新しい学びの場ってなって、いろんな意味では
バラバラに見えるけれども結構割と、今振り返ってみると結構流れがつながってきてるなと思います。ですよね。ちなみに私もちょっとYouTube お休みしてる間にアラビア語をちょっと学んでみようと思って先生が書かれた本を買いましたのでここに貼っておきます。はい、今までいろいろお仕事についてお聞きしてきたんですけど、もしかしたら他にも例えば日本語の勉強方法とか、いろいろこう質問したいことが皆さんもあるかもしれないので、もしかしたら第2弾もお願いするかもしれません。なので皆さんアルモーメン先生にもし聞きたいことがあれば下のコメントの方にぜひ書いてみてください。じゃあ先生、PR のお時間です。さっきご紹介した地図が読めないアラブ人、道を聞けない日本人と、あとこちらですかね。そうですね、去年出した、一つの本ですけれども、ちょっと大きい名なんですけど、足して2で割れない日本とアラブ世界、深層文化へのアプローチ。サブタイトルちょっと難しそうなんですけど、中身はそんなにとっつきにくい話ではない。中身としては日本社会のいろんな意味では日本文化論的な話と、あとは、アラブ世界のいわゆる言語的なコードをちょっと引き合わせた感じでまとめた本です。ぜひ興味あればぜひ読んでみていただければと思います。はい。あともう一冊ですか。これはね、アラビア語の本なんですね。難しい。でも最近一応出たものですけれども、アラブ人にもアラビア語で日本の世界をちょっと深いところまでね、私が愛用している言葉としては、総合理解っていうのはよく文化理解とか総合理解っていうのがあるんですけども、理解っていうのは結構ハードル高いと私は思います。私26年でも理解っていうのはなかなか簡単なものではない。ただ目指すべきところっていうのは、これちょっと日本語で理解の理の代わりに知るっていう字を当てて総合近いで目指してはどうかと思って正しく知るっていうことですね。まずは正しくお互いにいろんな情報を正しくちゃんと知る。理解はあと結果としていいと思いますので、こういうのは一応アラブ世界には発信しています。はい、ということで先生、今日は本当にありがとうございました。アッサラムアレイクム。シクラン。本当アラビア語も少しできるようになったね。これだけです。これだけです。ありがとうございます。勉強します。はい、ということでよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。今日はここまでです。バイバーイ。ちょうどいい時間になりましたね。これが始まりなんですよ。そうなんですね。ありがとうございます。